お前は何を言っているんだ。お前たちに世話になった覚えはない。馬鹿にするな。義父が私に怒鳴りつけてくる。義父の隣でずっと下を向いている義母は顔を真っ青にして黙っている。お父さん、お母さん、私、仕送りやめますね。義母は体をビクッと跳ねさせ、この世の終わりのような目を私に向けてきた。仕送り？義父が義母に視線を向ける。義母は口をパクパクさせるだけで言葉が出なかった。私はさゆり。子供の頃から夢見ていた自分の店を持つことを実現させ、巷で有名なエステ店を経営している。20代前半に開業し、落ち着いてきた20代後半に夫の哲也と出会った。ドラマみたいな話だが、飲食店で一人食事をしていたとき、帰り際にハンカチを忘れてしまっていたのだ。隣の席に座っていた男性が気づいてくれて、わざわざ店の外まで届けに来てくれた。それが哲也だった。それからしばらくしてゴールイン。親しい友人と親族のみで結婚式を挙げ、二人の子供にも恵まれた。子煩悩の哲也は積極的に育児に協力してくれるだけでなく、家事もしてくれた。家族で旅行に行ったり、共通の趣味であるキャンプに行ったりと、楽しい日々を送っていた。哲也は建築会社を経営しており、社長という立場で多忙を極めていた。決して暇ではないのに、家族のために尽くしてくれて感謝している。私もエステ店を続けながらも、できるだけ哲也の負担を減らすように努力した。哲也の会社を通して新築2階建て一軒家を建てると、義母がよく遊びに来るようになった。子供たちの世話もよくしてくれて、とても助かっている。ある日、哲也が仕事でいない時に、義母から神妙な雰囲気で相談された。さゆりさん、少し言いにくいことなんだけれど。どうしました？実はね、ちょっと家計が厳しくて、お金を貸してほしいの。お金ですか？家計が厳しいってそんなに大変なんですか？ほら、やっぱり夫も年だし、休む日が以前より増えてね、支払いが溜まって首が回らないのよ。そうなんですか。いくらですか？100万円ほど。100万円？さすがの金額に私は驚き、手に持っていたマグカップを落としそうになった。義母は申し訳なさそうにしており、どうしたものかと考えた。普段よくしてくれる義母がこんなに困っているなんて、大金だがとても断りづらかった。わかりました。ただ条件があります。条件？すぐにとは言わないので、必ず少しずつ返してほしいんです。わかったわ。必ず返すから。さゆりさん、ありがとう。義母は私の手を握ったまま、深く頭を下げた。義母に明日までに準備すると伝え、今日のところは帰ってもらうことになった。帰り際に義母がもう一つお願いをしてきた。このことは、夫と哲也には秘密にしてほしいの。哲也ならまだしも、家計のことならお父さんにバレてしまうんじゃないですか？いや、ほら、一生懸命働いてくれているのに、息子の嫁にお金を借りたと知ったら、あの人の立場がなくなってしまうじゃない？夫にはうまくごまかしておくわ。はあ、わかりました。秘密にしておきますね。ありがとう。それじゃあ、明日また来るわね。義母の目が泳いでいたのが気になったが、この時の私はあまり気に留めなかった。義母が帰った後、私は時計を確認した。まだ銀行の窓口が開いている時間だ。
哲也にバレないように銀行にお金を下ろしに私は出かけた。次の日、義母がお金を取りに来た。義母は目をキラキラとさせながら受け取り、私にお礼を言うと、すぐに帰って行ってしまった。昨日の謙虚な態度と違う義母にもやもやしたが、安心感からだろうと思い直し、保育園のお迎え時間までゆっくり休むことにしたのだった。それからというもの、義母は何かと理由をつけて、哲也がいない時間帯を見計らってお金を要求してくるようになった。はじめのうちは同じ金額の手渡しが続いた。しかし、徐々に頼まれる回数や金額が増えていき、あれだけ頻繁に遊びに来ていた義母が家に寄りつかなくなった。子供たちとも関わらなくなり、連絡が来たと思ったらお金のことばかり。私からの連絡も無視するようになり、少しずつ生活に支障が出てきた。義母から電話が来るたびに、私は義母の口座に大金を振り込んだ。はじめのうちは快く貸していたのだが、さすがに少しでも返してもらわないと、と困り始めた矢先だ。久しぶりに義母が家に遊びに来た。だが、私は義母の身なりに少し驚いた。頭から足先までブランド物に変わっていたのだ。さすがに疑問に思い始め、私はそれとなく義母に聞いてみることにした。お母さん、そのバッグ素敵ですね。それはブランド物ですよね。どうしたんですか？優雅にお茶を楽しんでいた義母の動きが一瞬止まり、少し慌て始めた。これね、素敵よね。実は知り合いが使わなくなったからってくれたのよ。私には不釣り合いよって断ったけど、捨てるのがもったいないっていうものだから。義母の額には汗が滲んでいた。さすがにおかしいと思い、もう少し追求しようと思ったところで、義母が急に立ち始めた。あら、私ったらすっかり忘れていたわ。今日は町内会の集まりがあったんだったわ。早く帰って夕飯の支度をしていかなくちゃ。さゆりさん、ごめんなさいね。また今度お邪魔させていただくわね。はあ、またお待ちしていますね。義母は半ば逃げるように、そそくさと帰っていった。あまりにもおかしい義母に対し、私は疑心暗鬼になり始めた。その日の夜、子供たちを寝かしつけた後、それとなく義母について哲也に聞いてみた。ねえ、最近のお母さんってなんか変じゃない？変って？なんか羽振りがいいっていうか、なんていうか。私は義母との約束があるため、はっきりと言うことができなかった。哲也は追求してこようとはしなかったが、話を進めていく。確かにな。なんかブランド物ばかり着ているしな。まさかな。言葉を詰まらせる哲也に、私は首をかしげた。いや、昔な。まだ俺が小学生の頃の話なんだけど、お袋が株に投資しててさ、その時の投資したお金が、父さんのボーナス全額だったんだよ。全額？お父さんはそれを知っているの？投資した時は親父に秘密にしていたから、誰も知らなかったんだ。その後、投資したお金は全部消えて借金も作って、それで親父にバレて大変だったんだよ。俺の学資金も使い切ってるのが分かって、離婚寸前まで行ったんだ。親父にお袋は金遣いが荒いから絶対金を貸すなよって言われててさ、俺の会社の経営がうまくいき始めた時に、お袋からお金を貸してほしいって言われたんだ。その金額が300万円だったんだよ。その時はびっくりしたよ。さすがに断って諦めてもらった。哲也の話を聞いて、私の体から血の気が引いていった。まさか、と考え黙り込む私に、哲也は何かに感づいたようだ。
さゆり、まさかと思うけど、お袋に貸した？義母は内密にと頼み込んできた。だが、哲也の話を聞いて、これは黙っているわけにはいかない問題だと思い、すべてを打ち明けることにした。哲也の表情は次第に歪み、話し終えた時には、眉間にシワを寄せ、怒っている様子だった。黙っていてごめんなさい。いや、さゆりのせいじゃないよ。お袋が悪い。それで、全部でいくら渡したんだ？ 1200 万円くらい。え？は？そんなに？あまりの金額に、哲也は言葉を失った。それから、冷静に何かを考え始めた。何に使ったか心当たりはある？どうだろう。ブランドバッグのことを聞いたときに怪しい反応をしていたから、それは買ったんだと思うけど。そうか。ちょっとプロに頼んで調べてもらうか。え？実の母親なのに大丈夫？本当にいいの？実の母親だからだよ。内容によってはしっかり責任を取ってもらわないと。さゆりを巻き込んで悪かったな。私こそごめん。もっと慎重に哲也に相談してから動けばよかった。もう二度と隠し事なんてしないから。俺もだよ。私の軽率な判断で哲也も巻き込んでしまった罪悪感でいっぱいになったが、彼の優しさに心が救われた。後日、二人の休みが重なった日、有名な探偵事務所に相談しに行った。調査が終わり次第、義母の結果を連絡してもらうことになった。数週間が経った頃、探偵事務所から連絡が来た。その日の夜、子供たちを私の両親の家に泊まらせてもらうことにした。実家に行ったその足で、哲也と二人で事務所を訪れると、私たちの想像以上の内容が記されていた。さすがの哲也も実母のひどいありさまにショックを受けている様子だ。自宅に帰ると、哲也は一人になりたいと調査書を持って寝室にこもってしまった。今日はそっとしておこうと思い、私はリビングのソファーで眠りについた。次の日、なぜかベッドに寝ていた私は、哲也がここまで運んでくれたのだとすぐにわかった。朝から心がほっこりしていると、突然、リビングの方から義父の怒鳴り声が聞こえてきた。私は何事かと思い、急いで身支度を済ませ、リビングへと向かった。そこでは、哲也と義両親が睨み合っていた。俺たちはお前の世話をした覚えはあっても、なった覚えはないぞ。親を馬鹿にするのもいい加減にしろ。そうよ、哲也。いきなり呼びつけたと思ったらお金を返せだなんて。何を言い出すの？義両親を呼んだのは哲也だったようで、話の流れから今回の義母のことで言い合いになっているようだ。私はそっと哲也に近づいていく。途中、義母と目が合ったが、すぐにそらされてしまった。おはようございます。朝早くからすみません。さゆり、起こしてごめんな。昨日一人の時間遅れたから、決心がついたよ。ありがとう。私のせいなんだから、お礼なんて言わないで。ごめんね。私と哲也が話していると、義父が割り込んできた。さゆりさん、あんたが哲也に何か吹き込んだんだな。何を考えている？私は偽りのことを哲也さんに言っていません。今回のことはお母さんが絡んでいます。何を言う？こんなに可愛がっているのに、恩をあだで返しやがって何がしたいんだ？私はただ支援したお金を少しずつでいいので返してほしいだけです。支援だと？おい、お前、どういうことだ？義父が義母に怒鳴りつけると、義母の体は大きく跳ね、震え出した。どんどん青ざめていく義母は何も言うことができず、ただただ下を向いていた。おい、
答えろ。お母さん、初めてお貸しした時に少しずつ返すことを条件として話しましたよね。あれから1年ほど経ちましたが、一度も返してもらっていません。貸した1200万円を返してください。1200万円だと？金額に驚いた義父は腰を抜かし、ソファーに倒れ込んだ。口をパクパクさせている義父に、哲也が寄り添い、背中をさする。何のことかしら？私にはさっぱりわからないことだわ。やっと口を開いたと思ったら、白を切り始めた義母。すると、哲也が書類を取り出し、テーブルに投げつけた。さゆりが振り込んだ日付と金額、それに母さんが何に使ったのかも全部これに書いてある。こんなのでたらめよ。嘘ばかり言わないでちょうだい。多数のブランド物を購入、株に手を出し、競馬やパチンコにつぎ込んでお金が足りなくなったらさゆりにお金を請求する繰り返し。息子として恥ずかしいよ。義父が回復したようで書類に目を通し始めた。それを奪おうと義母は必死に義父に掴みかかったが、あっけなく振りほどかれ突き飛ばされた。何枚もある書類に目を通していくうちに、義父の顔は怒りで真っ赤に変わっていった。まるで赤鬼のようだ。義父は感情のまま義母の胸ぐらを掴んだ。お前ってやつは、また過去を繰り返して、今度は息子の嫁さんを利用しやがって、ふざけるな。恐怖で泣きわめく義母と頭に血が上った義父を私たちは引き剥がした。このままでは怪我人が出てしまう。哲也が義父をなだめている間に、私は義母にはっきりと伝えた。お母さん、もうお金に関することでの協力はできません。子供たちにも私たちにも関わらないでください。そして貸したお金をきちんと返してくださいね。子供たちの学資金にします。待って、株で失敗した借金があるの。助けて。この状況になっても懲りない義母に、もう何の感情も生まれてこなかった。それは自分でどうにかしてください。これ以上私たちに頼ろうとするなら、弁護士を雇って慰謝料を請求させていただきますよ。義母は顔を白くして、その場に力なくうなだれたのだった。その後、頭の冷えた義父が丁寧に謝罪してくれた。しっかりお金を返してくれる約束をしてくれ、全く反応しなくなった義母を連れて帰った。義両親が話し合った結果、義母が逃げないよう見張るために離婚はしない方向にしたという。義母がしっかり自分で稼いだお金で払わせるために、パートとして朝と夜の2件ほど働かせているそうだ。義母は年齢や体力面で衰えた体に鞭を打ち、家事と両立して疲労困憊していると聞いた。約束通り、義母は私たちに関わらなくなった。いや、関わる時間がなくなったと言うべきか。だがその分、義父が子供たちや私たちのことを可愛がってくれている。私はというと、毎月決まった金額を支払ってくれる義母のお金を子供たちのために貯金している。私たちの生活がこれ以上脅かされることもなく、店も順調だ。先日テレビの取材が入ったことで、これからもっと忙しくなりそうだ。哲也との関係も壊れることはなかった。むしろ以前よりもさらに仲良くなり、3人目がお腹に授かってくれた。予定日はまだまだ先だが、元気に生まれてくることを心から楽しみにしている。もし哲也に話していなければ、今も義母にお金を渡し続け、破産に追い込まれていたかもしれない。哲也と義父にはとても感謝している。